マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。さあ、綺麗ですね。奥多摩湖でございます。先ほどですね、バイクのインプレを取りにですね、私のホームでございます奥多摩周遊道路を走ってまいりました。ホームって言ってもですよ、別に走り屋じゃないんで、別に僕はですね、ホームで走ってるわけじゃなくて、インプレ動画を撮るときのそのワインディングのですねホームなんですけれども、そしてですね、本日レビューしたバイク、こちらでございます。ここのビューじゃ分かんないよね、まだね。ただね、話題のニューマシンでございますよ。スズキ GSX S1000GX です。スズキではね、はやぶさに次ぐ2番目のフラッグシップといいますかですね、そういうバイクになってるんですけども、エンジンはですね S1000 から派生している GSX S1000 ですねから派生してます GSX S1000GT、 それからですね刀、そしてこれですね S1000GX、 この3車種がですね同じエンジンなんですけども、とにかくですね化け物エンジンです。150馬力、1速100キロで9000回転ぐらいです1速100キロよ。でしかもですね、レッドゾーンが1万1700ぐらいなんですよ。約1万2000。どうなってんだっていう、どこで使うんだって、使わないのよ、使わないけども、そういうねパワーのあるエンジンがねのバイクに乗りたい方はすごくいいと思うし、それがね余裕というものなのでね、エンジンパワーがあるから速く走らせなきゃいけないっていうわけじゃないんで、素晴らしいと思うんですよ。本当乗りやすい。かといってそんなハイパーなのに6速で40キロで走れちゃうっていうね、恐ろしいですね、恐ろしい。そしてですね、なんといってもですね、この電サスですよ、電子制御サスペンション、半端ないです。ほとんどこのガタボコをですね、こう入力がターンってくるってことはないですね。もうファ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 と全部いなしていきます。すごいなと思うんですよね。ですごいなと思うし、僕は電子デバイスがバリバリのバイク大好きです。特にスロットルバイワイヤーですね。すいません、道に言ってもらいました。どうもありがとうございます。スロットルバイワイヤーですねによる走行モード ABC、 スズキの場合は A が一番クイックで、スズキドライブモードセレクターですね。で C になればなるほど、 C になればなるほどって変だな、 C になるとものすごくこう穏やかになります。特にこんだけもうめちゃめちゃなパワーのバイクなので、やっぱり唐突にトルクとかパワーとかボンで出たら多分扱えないと思うんですよね。それをですね、スロットルバイワイヤーの走行モードによって C モードとかにすると、本当にこれって本当静止 C ですかぐらいの本当に優しい乗り味になります。ただ開けた時はフルパワーなんですよね。その開けても開けきれなくなっちゃうとかっていうならまだ分かるんだけど、どういう仕組みなんだか分かんないけどね、すごい優しくなるのに全開にしたらフルパワーというところらしいんですよね。もうすごいなと思います。本当に進化を感じますし、今のところもそうなんですけど、結構、40キロちょっとでこう曲がってるんですけど、結構タイトコーナーで結構寝てるんですよ。それでも本当にね、フロントリアともに接地感が素晴らしくて、で寝た時の安定感とかなんか怖さが全くないです。これ多分電子サスペンションの恩恵が大きいんじゃないかなと思うんですね。ああいうちょっとこう細かいコーナーとかでもなんかふわふわした感じが全くない。すごくどっしりしてます。でなんだよ、でなの、でなんだよ、でなの。表題にあった通りだと思うんですが、
最近バイクが車化してませんかというところです。クルコンもねついてますよね。ヤマハのトレーサー 9GT プラスに関してはアダプティブクルーズコントロールついてるわけですよ。すごくないですか？すごいよね。僕は電子デバイス大好きなんで、そういうバイク欲しいなとは思うんですけど、でもね、やっぱバイクってどうなんですか？バイクのバイクたるものってやっぱり自分で扱う、コントロールする、そういう楽しみもあるのじゃないかなと思うんですよね。例えばですけど、クイックシフター素晴らしいですよ。これ上げ側下り側ね、素晴らしいです。じゃあクラッチ操作どうするんですかって言われてもね、発進の時と止まる時ぐらいしかクラッチ操作しないわけですよね。じゃあそれでいいんかいなとね、こう疲れないようにちょっとクッとね、なんか触るか触らないかのところで切れてるか切れてないかのところでクッと握ってシフトチェンジをしてね、それで長い距離乗っても疲れないようなクラッチの使い方を覚えたりとか、そういうのも大事なんじゃないの。それから特にね、クロスカブの時にの J45、今僕 J60 の新しいクロスカブ乗ってるんですけど、その前の J45 の時にね思ったんですけど、ブレーキ全く効かないんですよ。効かないっつっても効くんだよ、効くんだけど、リアブレーキを使わないと止まりづらいというかね、大型バイクのフロントブレーキ生活をしている人なんかは、非常にクロスカブのブレーキ絶望的に効かないとかいう人が多いんだけど、いや全然効くのよ、全然効くんだけど、じゃあ効かせるためにはどうしたらいいかなって、リアブレーキ踏まないと、フロントブレーキだけだとすごい止まるのすごい握力いるなとかね、そういうのを感じたりとか、それからコーナーもそうですね。オフ車なんか乗ると分かるんですけれども、オフ車ってやっぱりあんだけフロントのファスストロークが長いので、フロントブレーキ生活しちゃうと、コーナー入った時にカーンってフロントが下がるわけね。ブレーキ踏むと、ブレーキするとね。で離すとふわーって浮くわけですよ。でそのふわーって浮いた状態で、ふわふわした状態でコーナー入ってもオフ車って全然うまく曲がれないんですよね。でどういうふうにして曲がるかっていうと、やっぱりリアブレーキ引きずっていって、リアブレーキをクーってかけて姿勢を安定させた状態でフロントグーッとかけていって、その沈んだ状態でコーナーにグッて入っていくみたいな、そうするとねすごく粘っていい感じで曲がってくれるんですよ。でそういうのってやっぱりオフ車に乗ってオフで走ったから僕が分かるんですよね。でそれをやってないとやっぱ全然そういうのってよく分かんなかったと思うんですよ。でクロスカブもやっぱりフロントふにゃふにゃしてるから、リアブレーキかけてコーナー入んないとやっぱりふにゃふにゃしてるのね。でもさ、この辺のクラスになるとみんな全然平気だけど、電サスだともう例えばフロントブレーキ生活しようが何しようがブレーキしないでね、変な話だけどニュートラルみたいにクラッチ握ってコーナー入ったところでちゃんと粘ってくれちゃうわけね。駆動かかってもかかってなくてもさ、もちろん駆動かかってた方がもちろん絶対いいんだけれども、そう考えるとなんかバイクってそういうもんじゃねえんじゃねえかなって思ったりとかもちょっとするんだよね。うまく乗れちゃうじゃない。これなんか特にね素人だからそんなにすげえ速く走らせられるわけじゃないけど、だけど速く走らせられちゃうよね。倒し込んでぐーっとフルバンクに近いところまで行ってもめちゃくちゃ足が粘ってくれるし、でもそこだと粘んないからリアブレーキで姿勢を安定させたりとかするわけじゃない。そういう作業が必要じゃないわけさ、これになっちゃうと。で今操作性の話したけど、ちょっと前まで本当にね6年7年8年ぐらい前までは排ガス規制もそんなきつくなくて、キャブ車がねたくさんあったじゃないですか。バイクっていうのはキャブ車だったわけですよ。そうするとねやっぱり1ヶ月とか乗らないと冬にだんだんやばくなってくるわけですよ。エンジンかかるけどね、かかりづらくなったりとかするから、じゃあ2週間に1回ぐらいかけとこうかとか、ね、そういう風になるじゃない。だけど今インジェクションだから変な話3ヶ月乗らなくてもプッてかけたら一発でかかるわけですよ。そういったのもね手間がかからない、
素晴らしいことではあるんですけども、バイクってどうなんだろうな。インジェクションで電子デバイスバリバリで、簡単に乗れてうまく乗れてしまうバイクの方が、それは簡単ですよ。簡単ですけど、やっぱり株みたいに、株もインジェクションなんだなインジェクションだけど、なんかマフラー変えてエアクリーナー変えてね、キャブのねジェットを少し濃いめにしてみたり、スロージェットをちょっといじってみたりとかね、そういうのをして、なんかこうおもちゃ感というか、そういうのがすごく大事な気がするんですね。なんでこの 1000cc クラスとかになっちゃうと、もう本当にこう車感が強くておもちゃ感がすごくなくなっちゃった気がするんだよな。だからやっぱり原付西的なねバイクが、取り回しも簡単でね、軽くてね扱いやすいバイクが人気が高くなってきたっていうのはすごくわかる気がするんだよね。ただね、これ僕言いがかりしてますから言いがかりをつけてるんですよ、こういう素晴らしいバイクに。バイクってそれでいいんかいなっていう言いがかりをつけてるだけで、僕は電子デバイスでね、そういう近未来的なバイク大好きですよ。大好きだし、すげえ長距離乗ったりとかするから、クルコンとかついててもうめちゃめちゃ楽なバイクの方が、長距離行くんだったら僕もその方がいいと思います。ただそうじゃないバイクをですね、どうやったら長距離行けるかな、どうやったらうまく曲がれるかな、どうやったらエンジンかからないくならないように、メンテナンスできるかなとか、なんかちょっとこう工夫しながら自分のものにしていくっていうのが本当のバイクの楽しみだったなっていう感じもしなくはないかな言いがかりというところでですね、そんな話をさせていただきました。もちろんね、キャブ車じゃねえと俺は乗んねえんだとかね、90年代のバイクじゃねえと俺は乗らねえんだとかね、昔のバイクがやっぱいいよとかね、そんなことは全然ないです。僕は新しいもの好きなんでね、それだけは分かってください。ということでですね、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになるバイク違うぞ、皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。特にですね、このレンタル1台2万かかります。破産しております。してないけど苦しいのよ。なのでですね、チャンネル登録にですねご協力をいただきまして、ぜひマサチャンネルを助けてください。よろしくお願いいたします。それではマサチャンネルこれにてバイナリー。